どうも、ゲレスです。どうも、ノロです。今回は、狭間の地の構造について、考えがまとまってきたので仮説を話させていただきたいと思います。こちらの、見えない光源と平面説について話している動画を見てから、ご覧いただけるとより楽しめるかと。ざっくり言うと、狭間の地の太陽的な光源は主人公の立ち位置によって、沈んだり、沈まずに上空をうろうろし続けていたりする、という話と、古代の地球平面説を思わせる要素が複数存在するという話だったわね。でも、今回話す仮説って、まさか、平面説じゃないでしょうね。私、怖い話は苦手なのよ。微妙なんだけど、違う、ということにしたいな。これは例の見えない星の運行を調べながら、ぼんやりと考えていたことなんだけど、ドーム状の世界が層になって重なっている構造なんじゃないか、と思うんだよね。ドーム状、そういえば、前の動画でも半球状の地面がどうとか言っていたわね。環球状ならば、光源が上空にうろうろし続けていることも、水平線の見え方も説明がつくんだっけ？そうだね。このカーリアの逆さ像の説明には、天地逆さまと書かれていて、ガクトの頭上には、半球があるね。レアルカリアには、これとは逆の、半球の上にガクトが立った像も見ることができるんだけど、あっちが逆さ像なら、半球に立っているこっちは、正位置の像ということになるんだろうね。半球の上に立っているのが正位置。確かにもろね、むちゃくちゃに直接的。普通に考えれば、地球の省略描写としての半球なんだろうけど、光源が沈んだり、沈まなかったりする狭間の地の状況を思うと、意味深になってくるわけか。そうそう。加えて言うと地面だけではなく、例のヒゲじいさんの石板、バビロニアの世界最古の世界地図、宇宙史のイスラムの宇宙観を含めて、古い宇宙観では、空は大きな山などに支えられたドーム状の天外だと、たびたび考えられていたんだ。だからこそ、太陽や月は弧を描くように運行をする、というわけだね。でも、狭間の地には空を支えるような大きな山が見当たらないけど、空の天外を支える存在として、山の次に多く考えられたのが、世界樹だね。出た、北欧神話ね。そうだね。やはり、北欧神話の世界樹ユグドラシルは、エルデンリングの世界観には外せないモチーフだろうね。ユグドラシルは、天上、地上、地底の全ての世界を貫く宇宙の柱なんだ。このイメージを頭に置いた上でここからの話は聞いてね。でも、今表示しているこの絵とは違って、地面もドーム状なのよね。はい、なんとなくイメージできたわ。よし。それじゃあ、リエニエから観測できる星空は、こういう感じだね。東西南北の空のかなり広範囲に星が観測できる。ただ、見ての通り質感が独特だね。確かに、縛られている影響なのか、ピカピカしたお星様というより、なんかペタッとしているわね。天外だと言われればそれっぽい気も。そうだね。リムグレイブなどでは、狭い範囲ながら明らかにリエニエと異なり、瞬く星が見られるから、もしかしたら小さな星々も主人公の立ち位置によって、ありようが変化するのかもしれないね。それはさておき、リエニエの星空に比べて、これが地底で観測できる星空。まあ、基本似たようなもんね。全然瞬かないし、つまり、話の流れからすると、地底世界にとっての地上世界のように、狭間の地の上には、天上世界があるんじゃないか、ということで、天の子と地の子の狭間の地、みたいな。ここまでは結構、単純な話なんだけど、地面も空も、弧を描く、ドーム状、と考えると、捉え方が違ってくるポイントがいくつかあるんだ。まずは、このタイトルの紋章、上下方向に弧が連なっているね。確かに。でも、これが世界構造を描いているとしたら、上下が逆じゃない？そうだね。ルーンのこのテキストには、底辺に音形の受け皿がある、と書かれているね。つまり、音形の流れを基準に書けば、上下関係はこのようになる、ということなんじゃないかな。それって、逆に言うと、音形の流れは、物理的には地底から天井へ、ということ？なんか、そう考えると、この真ん中の子から声と垂れ落ちている感じのやつって。そうだね。この紋章は、世界を貫く黄金樹と世界の構造を描いたものなんじゃないか、と思うんだよね。なるほど。地底の根から養分を集めて、高い枝へと恩恵を実らせる大樹か、天上、地上、地底という重なった世界を貫く世界樹ユグドラシルみたいな。でも、そうなると、上下のこの大きさの違いが気になってくるわね。いいところに気がついたね。ドーム状の世界が重なっているとしたら、空の高さの分の隙間を作るだけ、上側のドームは下側のドームより巨大にならないと、上空を覆えなくなる。確かに、リエーニエのような、全方位に広がった星空はそうじゃないと見られないわよね。実際に、地底世界の星空に比べて、より壮大に見えるわ。そして、星空の観測は、より巨大な世界の観測だと考えると、いくつかの解釈が面白くなってくるんだ。星空の観測というと、星見の人たちのこと？そうだね。うちでは、星見に関して、占星術と関連づけた話をしてきたね。占星術とは、
大宇宙の星々を観測することで、それに対応した小宇宙の人々の運命を読み解くことができると理屈付けされているものなんだ。大宇宙と小宇宙、そういえば何度か聞いた話だけど、確かに今回の星空の観測はより巨大な世界の観測だという考えに沿うとそのまんまで、占星術の理屈を物理的に表した世界観というか。そしてその星見たちの隣人といえば巨人たちでしょ。巨人、より巨大な人たち。そうだね。巨人たちはなぜ星見たちと空を見上げたのか。上側のドームの大きさは空の高さによって下側のドームの数倍、いや数十倍の規模にもなりかねない。仮にそんな巨大な世界に生きる人がいたとしたら、どのくらいの大きさなんだろう。下側の人と同じくらいの大きさだろうか。それとも、確かに彼らが上側の人だとすれば、星見たちが仲良くしたがるのも高い山嶺に集まっているのも説明がつくわね。聖書には見張る者を意味するグリゴリと呼ばれる天上の天使たちが登場するんだ。彼らは地上の人に恋をして武器の作り方や占星術、呪術という禁じられた知識を教えた挙句にネフィリムと呼ばれる巨人たちを大量に生んだ。その巨人たちが大暴れをして世界をむちゃくちゃにしてしまったので、神はかの有名なノアの箱舟の大洪水を起こし世界を一掃したという話があるんだ。一応断っておくと、大洪水のエピソードにはパターンがいくつかあって、これはその一つだね。なるほど、直接的ではないけど巨人は天上由来の存在だという話があるのね。しかも武器の作り方とか占星術を人間に教えたのか。エルデンリングで巨人は火と結びつけられるけど、人に気を伝えたというのは神話上では大きな意味を持ち、そういった神格は文化英雄などと呼ばれるんだ。今話したラ天使集団のグリゴリもそうだし、知恵の実をイブに食わせたケリやギリシャ神話において人に火を与えた罰として山頂で貼り付けにされたことで有名なプロメテウスもそうだね。エルデンリングではこの辺りの文化英雄がミックスされている印象だね。火のことで山頂で罰を受けているプロメテウスか、主人公が戦う火の巨人を思い出すわね。余談だけど、僕の名前も人に火を与えたというとある土着の文化英雄が由来だったりするんだよ。おこがましいから少しだけ濁らせているけど、その祭りは記載として。それはどうでもいいわ。失礼しました。さて話を戻そうか。実は解釈に悩んでいる部分もあって、これが画像の明度を上げたバージョンなんだけど。これはなんか真ん中のエルデンリング的な輪の部分にも上限の弧が2つくらい見えるわね。つまり上から中小中大の上限の弧が合計4つ並んでいる。これってどういうこと？単純に考えて世界が4段構造になっているということ？わからない。小さい子が影の血なのかもとか、封じられていた血のルーンが加減の子だからどうとか、いろいろと想像の余地がありそうだね。そう考えると小さい子の一つ下の中くらいの子が狭間の血っぽいのかしら。いやでもそもそも隠された影の血が描かれているのはおかしいのかしら。むしろ影の血は描かれていない対になる加減の子であって、そうだね。この辺りを考え出すとまさに謎かけという感じで悩ましいね。ただ思いつきをいくら話してもキリがなさそうだから、焦らず材料を集めていきたいね。例えば今こそ加減の子の話が出たけど、冒頭で話題にした天地逆さまのカーリアの逆さ像なんていうのはまさにとっておきの材料になりそうじゃない？正位置では半球に立ち、逆位置では半球が頭上に来るラニ様関連のキーアイテムか。確かにラニ様の行動の意味を理解できれば世界構造にもつながってきそうね。この話に関しては現在作成中の動画で触れていくので、その時にまた。それって例のむちゃくちゃ引っ張っているラダーンの動画のこと？そういえばラダーンも一応変わり明けだったわね。そうだね。王女の罪、逆さまのカーリア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 。兄はなぜ敵味方を食らいながら妹の封印として生き続けたのか。見取り人はなぜそのタイミングで弔いを断行したのか。そもそも最強たちはなぜ戦ったのか。そのあたりのお話になります。あれ本当に作ってんの？作っているよ。作っているんだけど、それこそここ最近の世界構造の話も多少関わってくることもあって、結果的に後回しになっているんだよ。今度こそ世界構造の話に一段落ついた感じがするから、できるだけ早く作ります。そんなに時間はかからないはず。また脱線しないことを願うわ。しないよ。しないはず。じゃあ今回の話はここまで。ご感想やご意見があればお気軽に書き込んでいってください。喜びます。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。またね。